なぜ3人は戦っているのか。なぜ重傷を負った青年に竜の角が生えたのか。何が彼に海を割る力を与え、湖底に沈んでいた古城を蘇らせたのか。これは医学の奇跡か、それとも知られざる能力か。今日の一手請求では、よく知っているようで何も知らない男、炭鉱陰月について紹介しよう。今回のゲストは陰月くんの隠された実力に前から気づいていたと豪語する美月さん。美月なのかです。炭鉱の隠された実力にはベロブルグにいた頃から気づいてたよ。そんなに早くからそう、うちは何でもお見通しなんだから。おお、なら今回の視聴率は美月さんにかかっているな。陰月くんは壊滅の運命を歩む虚数属性のキャラクターだ。力を解放した彼は水を操るのが得意で、洪水で敵に打撃を与える。通常攻撃スイカは指定した敵単体に2段攻撃を行い、虚数属性ダメージを与えるぞ。めっちゃいいおもちゃだね。戦闘スキル竜力自在では層ごとに自身の力を解放し、通常攻撃を強化する。このスキルはスキルポイントを消費せず戦闘スキルとみなされないが、強化通常攻撃の発動には強化総数に応じたスキルポイント消費が必要だ。スキルポイントを1消費して強化通常攻撃瞬間を発動すると、3段攻撃で指定した敵単体にダメージを与える。スキルポイントを2消費して強化通常攻撃天使印を発動すると、指定した敵単体に5段攻撃を行い、4段目以降は隣接する敵にもダメージを与えるぞ。スキルポイントを3消費して強化通常攻撃躍動せし妖輪を発動すると、指定した敵単体に7段攻撃を行う。これも4段目以降は隣接する敵にダメージを与えるんだ。注目すべきは天使印と躍動せし妖輪は4段目から毎段バフを獲得し、陰月くんの会心ダメージをターン終了まで高める点だ。なおこのバフの総数には上限があるぞ。なんか焦げ臭い気が。大丈夫か美月さん。すごい。炭鉱が隠してた実力ってこんなに複雑だったんだ。美月さんも陰月くんと一緒に戦っているのに知らなかったのか。うちは守りに徹してるから細かいことは分かんないの。話を戻すが、陰月くんの添付スキル更新は毎段の攻撃後彼の余ダメージを高める。この添付の総数には上限があり、効果はターン終了まで持続するぞ。それならわかるよ。攻撃の数が多いほど炭鉱の持ってるおもちゃがすごくなるってことでしょ。一応突っ込んでおくが、あれはおもちゃじゃない。でも陰月くんが今の説にどんな反応をするのか気になるな。探索中秘技聖空虹のごとしを使うと幽流状態に入り、この状態で攻撃すると一定距離高速で移動ができ、移動中は敵の攻撃を防ぐことが可能だ。いい技じゃん。今度通報されたらこの技で一緒に連れてってもらおう。また通報されないことを祈っている。これはただ走るだけの技じゃない。幽流状態で先制攻撃して戦闘に入ると、陰月くんは敵全体に虚数属性ダメージを与え、さらに一定数の激鱗を獲得するんだ。激鱗は陰月くんのスキルポイント消費を相殺し、激鱗の消費はスキルポイント消費とみなされる。また所持上限があるぞ。陰月くんが必殺技を発動すると、蒼竜が洪水を起こし、乱れた世を洗い流す。大掃除の時に使えば楽だね。陰月くんは3段攻撃で指定した敵単体と隣接する敵に虚数属性ダメージを与え、一定数の激鱗を獲得する。おや、青年は無謀にも行く手を阻む者に遭遇したようだ。うちらっていつも面倒ごとに巻き込まれるんだよね。これがうちらの隠された能力だったりして。陰月くんは戦闘スキルを2回発動。自身の通常攻撃を強化、そして跳躍して槍を投げ一瞬で障害を取り除いた。おお、敵の援軍が到着したようだ。これは手強そうだな。炭鉱の腕ならこのくらい大したことないよ。陰月くんは必殺技を発動。敵に大打撃を与えると同時に激鱗を獲得。よし、次の一撃で終わりだね。陰月くんは躊躇なくスキルポイントと激鱗を消費して通常攻撃を3回強化。
そして躍動せし妖輪で戦場に濁流を呼び、敵は泡となって消えた。一件落着だ。炭鉱の隠された実力は確かにすごいけど、本当に隠された実力は世界を覆しちゃうかも。この秘密は誰にも言ったことないんだけど。おお、番組の最後に特ダネの予感。炭鉱は水の中で100分以上息を止められるんだよ。でも彼は寿命族では。